こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日は千枚の掃除の仕方とカットをやりたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい。いや、お米炊く時間なんでなるんですよ。薄いのとこう厚いのがあるから、こっちがちょっと薄い方かね。今から1枚ずつ。はい。洗ってもらおうと思います。で、洗い方はでこの間に汚いのが入ってるからこう下へ流すような感じで落とすように、はい、でこう1枚ずつでこの長いのと短いのこのちょっと短いのやつだから、これも全部こうで上から落とすようにしてたまにちょうどこの隙間にちょっと汚いのがもう本当に最初に1枚ずつ丁寧に洗っていかんと。であと水をそれなりにちょっと強くしてでもう一回するって言ったらまた振り出しやから分からへんやな。内臓洗ってくれるその業者さんでもやっぱり全然違う。まあ牛によっても違うのは違うんやけどな。もともと汚いやつの牛でもあるし綺麗な牛もあるし。でこの千枚も黒いのが美味しいと。で白にしてしまうとあんま美味しくない。見たくれはその皿に盛った時白やと綺麗に見えるけど食べると美味しない。でうちも白千枚とか前はやっとったけどやっぱり黒のがええって言われる人が多いからもうやめた。でこの千枚とかでもどうしてもこうやって洗っとる間に取れてしまう場合がある。この黒いのが、ここちょっと取れました。でそういうのはちょっと湯とかで洗ったり袋とかでちょっと蒸れたりするもんでそうなるんかなと。で取れるやつは本当にもうバラ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 取れてしまう。で内臓は割に洗って処理が手間がある。で入ってきたらもうすぐしやなあかんで。であとその裏側をこの汚いやつをこのタオルでこれは綺麗やな。もう汚いやつはなもう髪の毛じゃない毛とかな。でこの縁はどうしてもこうやって残ってしまう。こうやってこの汚いやつこの横側にこの最後の縁にようけてこの薄皮みたいなお皿取っちゃっていいですよね。別に取れるやつ取ってもいいよ。OK。はい。じゃあ次これがこうあったらこれもやってんだっけ。切るのはやってないです。でこっちが太いもんで、もしこの両サイドが厚ければ厚いやつがあったらこれは焼き千枚です。であとここ分厚いやんかこれ。でこれは焼きにます。であとこれを、この幅を見てだいたいこれぐらいでこれも別にもっと細してもいいね。だいたいこれぐらいが平均的に僕がやる大きさで広げていくとこれをで切り方はこっちの方がちょっと身が厚くてこっちが薄くなってくるよね。でもんでこれをやり方としてはこれがこのビラビラが長かったらこれがな、そうしたら別にこうやって切ってもいい。であとこれをちょっとくるくるっと丸めてでこっちのがこの身がちょっと皮とか厚いもんで僕はこっちはちょっと薄めっていうかこの幅を狭くする。でこっちは薄くなるもんで徐々に大きさを変えていく。でこの一番最後の端っこは汚れ取ったりするもんで僕も切ってます。でこれほったる。であとこの最初のこのビラビラこれはこうなってるやん。でこいつの場合は僕は幅広く切る。こうやって割にその硬いとこあらへんから。でこれがだいたいベース
でそんなにそのビラビラがこう長なかったらそのまま丸めたって。このぐらいの時はどうし全然そんなそのまんま丸めたで。でその一番最初のほったってほこ捨てて、でそこは身が厚いでちょっと幅を狭くして。はい。上手やね。筋引きも上手やん。なんか雇ったんちゃうかなと。これは長いですよね。長かったらちょっと切ったり切って。そうそう。でそれを。またきっと。それは細本に切らんで、柔らかでちょっと厚めに切ったり。はい。それで。これどうなんですかね。全部硬いんですか。どれ。どっちがどっちだかわからなくなって。ああ、これがだんだんこの身が厚くなってくるもんで、はい、こういう場合はもうこの幅を細くをちょっとこうやって細く。せやけどこれが掘るのがもったいなかったら、厚して焼きに回せ。でな焼きが出る時はなよう出るんやけど、出やん時はな本当に出えへん。刺しはよく出ますよね。何を？千枚刺し。千枚刺しはよう出る。足らんぐらいやもん。やっぱりみんな生ものを食べたいんやな、生をな。まあ時期的なもんもあるけど。身が厚いっていうのはこっちの部分じゃなくてここの部分ですか？そう、ここの部分。そして次にもう一つのこっちの千枚、またこれ薄いんちょこれ。これと比べると、それでこの幅、こっちはさ身が厚いやんか、これミノみたいな感じで、これはもう焼きに僕は回す。でこっちはこの薄い方は幅をちょっと厚くしたり、洗っとる間にこの黒いやつが取れてしまったりする。で湯で洗ったりこれを掃除してもらうところによってその湯やったり新しいとまたこの黒いやつは剥きやすくなる。剥きやすい新しい方のは。でよく古い千枚はこの黒いのがよく取れるって言うけど、古いからといってこの黒いのが取れるっていうのは関係ないと思う。新しい方のがこの白千枚にする時でも湯に何度かにつけるとこの黒いやつが取れるんやけど、そっちの方新しいやつほど取りやすい。で古いやつほどこの黒いやつは取れにくいっていう僕の今までの経験。あれ取るのって手で取るんですか？白千枚にするときって。白千枚で新しいやつやとその温度が決まっとって、その湯の中につけるとこうやって端でスーッてやるだけで新しいやつはすぐ取れる。ほんであともう一つは取り方があるんやけど、大体みんなされるのが乾水。麺の使う乾水を薄く使って一晩寝かしといたり1時間寝かしといたりするとこの黒いやつがきれいにツルツルツルって取れるんやけれども、入れすぎるとこれがゼリーみたいになる。ふにゃふにゃになる。でそのふにゃふにゃになったやつは逆に硬くなるので食べると割に硬い。で千枚のその独特の食感もなくなるから僕はあんまりおすすめはしやん。でも皿に盛るんやと綺麗な白の千枚が出てうわー綺麗と思うけど食べたら美味しない。その白いところの分厚さでこの薄いやつを焼き千枚にする場合はこのカットにする幅を広くした方がいい。であんまり短くすると鉄板とかやったら間に折っててしまうし、網やとあんまり細くするとその網にこの千枚が引っかかって焦げてしまう場合がある。でその火がついとるもんでその網に細くするとこのビラビラのとこが網の下にいてこう火がついてね食べれへんだっていう場合がある。千枚にむちゃくちゃ柔らかいっていうのはみんな求めてないと思う。結局はその千枚の独特の味を求めとるから、であとその千枚でもこのビラビラの中にあるこのタレがちょっと中に入るもんで食べた時にこう汁も出るでなんか
ジューシーさがあるみたいに僕はなんとなく思うと思うんだけどな。まあ人それぞれ考え方はちょっと違うけどさ、はい、うん、千枚好きな人はそういうことちゃうかな。どうぞ。ああ、はい。これは細めなんですよね。食べてみたらいいんで今。あ、食べれるんですか？食べれるよ。食べてこう自分で食感をこれぐらいかな。もう何しろ食べた方が一番早い、口で言うよりも。ちょっと硬いなと思ったらちょっと薄くするとか。でもちょうどいいですね。自分がこの普段切っていく中で、自分が商売していく中でお客さんが、今日の千枚ちょっと勝たないとかもし言われた場合はまた変えていけばいいと思う。自分はそれが正解やと思ってもお客さんに応じたらその地方にもまあいろいろよるとは思うんやけどさ、いろいろ変えていけばそれがと思う。こと言うたな。これ丸めてたのは切りやすいように丸めてたと。別に丸めやんとやってみ。と思うよ別に。で丸めたままお皿に出すとこもある。ほんであとこの千枚をそういう短冊にしといて水につけといて、でお客さん来たら切るというやり方がみんな主流やと思う。まあ自分がする場合はそのタッパーに水に入れて、しょっちゅう水入れ替えたら入れて変えてお客さんが注文来たら切っていくっていうやり方。なんか店で売ってる時氷水に入ってるとことかもあります。そうそう、氷水に大体みんな入れてある。これを切って切ってからのとこもあるし、切らん場合もあるし、もうそれは自分の自由。氷水の中に一晩つけとくと、一つは匂いが飛ぶと。でこれは水の中へつけといてもいつもなんか血っぽいみたいな、なんかなんていうの、どす黒いその汁がずっと出続ける。そうなんですか。綺麗な水になるってことはまずない。でもそれがなくなると僕が思うには美味しさもなくなる。どっちかというとやっぱりちょっとそういうのがうまみのあれもあるんかなと思う。あとはこれは次焼きにする時はだいたい自分で幅をだいたいこれも加減この一口ぐらいで食べれるんでこうして。そんなに小さする必要はないと思う、これに関しては。でこうやってして切り目を入れて一口で食べれるぐらいの大きさに。でこれをこう叩く人も逆にこうやってでどっちでもええと思う。結局はこれが硬いんやねさ、ここと。でこれも全部叩けれるでこうして別に叩いてもええと思う。でこれで焼きの出来上がり。まあうちの千枚のカットの仕方とかはこのようにしてます。で洗い方もようにして、あとはこれを今日全部使うという前提で切りました。でこの時にうちは最後電解水で洗って殺菌してます。洗うのさえきちんと時間はかかるけど手間暇かけてその間にゴミがないようにそれだけ気をつけてもらえば。今日は千枚のカットと洗い方を渡辺君に伝授しましたので今後ともよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますので、この機会にぜひお友達追加の方をよろしくお願いします。で次は念願のレバーをしたいと思います。どうしてもレバーがやりたいみたいです。